こんにちは、まみくさんです。今回は我が家のアンティークの時計たちをお見せしようと思います。というのは、ここスイスイタリア語圏で唯一、年代物の時計の修復ができる技術を持った時計修復師さんとの出会いがあり、動かなく止まった状態で長いこと金庫に眠っていた時計たちを2年以上かけて全て修復し終わったこのタイミングで皆さんに少しお見せできればと思いました。まず、この2つのオメガシーマスター、マルコのご先祖様が身につけていたものです。息子たちが大きくなったので渡そうということになり、動いてはいたのですがメンテナンスに頼もうとその職人さんへ預けました。もともとついていたベルトはもうすでにオリジナルではなくて、当時流行っていたのであろう金属だけれども伸縮性があって着脱しやすいこちらがついていました。私の祖父もこのタイプの時計をつけていたのを覚えています。仕上がって受け取りの際に息子たちそれぞれ新しいベルトを選んで付け替えてもらいました。できるだけ刻まれた歴史を残した方が良いと判断されて、文字盤は茶色いですけれどもそんなまま残しています。さまざまな懐中時計たちもすべてマルコのご先祖様たちが身につけていたものです。このオメガの懐中時計にはごついけれど品があってエレガントなゴールドチェーンにオニキスのインタリオが下がっています。私がマルコと出会った頃、彼は30代前半でした。履き古したクタクタのデニムのベルトループにこのチェーンを通してたまにポケットに手を突っ込み時計を取り出して時間を確認するという粋ないでたちでした。最近ではベストを着た際にこちらをボタンホールにこの金具の部分を引っ掛けて使っているようです。息子たちのシーマスターのメンテナンスにとても満足して、このかなり年代物の懐中時計を見てもらえないかと預けました。修復師にとって好奇心と挑戦心を刺激したようで、とにかく中を見てからお返事しますとのことでした。機械式時計の中でも最初のバージダ新規の時計で250年前のものだそうです。当時のことを考えると、この時計の製作者は昼間は畑仕事などをしている人で、夜にろうそくの明かりで作業をしていたであろうと。肉眼では見えないような繊細なパーツを手作りで何年もの年月をかけて作り上げると。現代にあるような工具なんかはなかった時代にですよ。この修復師さんはアトリエ閉店後や休日に集中できる環境になった時に少しずつ作業を進めてくれる、と言いました。メンタル的にも落ち着いていないとできないことですからね。で、中でも髪の毛ほどの太さの線でチェーンを作る作業が困難だったようです。2年ぐらいかけて本当に仕上げてくれたんですよ。受け取りに行った際には感極まってマルコも職人さんもうるうるしていました。
最後は私の腕時計2点になります。年代物の懐中時計を受け取りに行った際に、私の2点も見てもらえないかと預けました。私のは250年も前のものではないので、少しほっとした顔つきをされてました。で、1つ目はこちらの華奢なセイコーになります。こちらの華奢なセイコーは母のものでした。母が就職祝いに祖母から、私のひいおばあちゃんですねから贈られたものです。それを私が20代の頃にくれました。すでにあんまり調子は良くなかったです。職人さんはこちらを見てすぐ60年代のセイコーですね。当時セイコーがヨーロピアンなスクエアで華奢なデザインを作り始めていたんですよと教えてくれました。確かに母が勤め始めたのは60年代でした。マット調でフェミニンでとても綺麗ですよね。このことは母は知らないので、今度日本へつけて帰って見せようと思います。母のセイコーの時計をつけてみました。一緒につけているバングルは昔作ったもので、時計がマットシルバーなので昔つけていた、こちらはホワイトゴールドの2つのリングを重ね付けしています。サテン仕上げのものがあったので一緒に合わせてみました。2つ目はエテルナ。25、6の頃にロンドン旅行へ行った時、コベントガーデンのアンティークマーケットで購入しました。30年近く前の若くて華奢な私はおじさんっぽい時計をつけたいと思っていました。そしてこのマーケットで出会い、一目惚れをして買いました。売りに出していたお兄さんは1971年の時計だよって教えてくれました。私は自分と同じ年の時計だとさらに欲しくなって、確か150ポンドでゲットしました。オートマチックだしとっても魅力的。ただ10年ぐらい前から全く動かなくなってしまいました。修復師さんは1940年代の軍物ですと教えてくれました。もっと前のものだったんですね。しかも軍隊で使われていたのかと、とても貴重な新たなことを知ることができました。もともとの持ち主が使っていた黒い、片押しのベルトに近い新しいものに付け替えてもらいました。めちゃめちゃかっこよくって、購入してから30年近く経っても好きなものは変わっていないんですよね。エテルナ、時計自体はシルバーですが針がゴールドなので、しばらくつけていなかったゴールドのブレスレットとリングを合わせました。現代ではスマートウォッチを身につけている人たくさんいますよね。時間なんか携帯でいいじゃないという人も多いんじゃないかと思います。そんな中、今でも時計自体に興味を持っているという人は皆さんの中でどれぐらいいるんでしょうか。アンティークの時計のご紹介はこれでおしまいにしたいと思いますが、アンティークつながりということでもう一つだけお見せしたいものがあります。なので引き続きもう少しですが、お付き合いください。祖母と義理の母の形見であるパールのネックレスも長いことつけることなく箱の中に眠っていました。3本ありまして、グレーと少し黄みがかったこの2本は、祖母のもので、もう一つこちらの真っ白な少し長めのは義理の母のネックレスでした。どれも本物かどうかわからなくて、こちらのグレーのものは少し剥げかかっていて中身が見えてきているので違うんじゃないかと思います。ただ本物じゃなくても私が楽しくつけられるように何かできないかなと思い、何度か登場しているお友達のミスパールに頼んでみようと思います。で、彼女が手掛けるネックレスの中で
日本のクリップ式の金具をつけてあるネックレスがあるんですね。でそちらはクリップ式なのでどの長さでも留められるというとても素敵なアイデアのネックレスなんですよ。その金具をつけてもらおうと思っています。で前もって金具を選んでいるので、選んで日本までお取り寄せしていただいているので、仕上がりを想像しては今からワクワクしています。で例えばその金具を使うと、普通につけるこの長さでつけるのもいいんですけれども、どこでも留められるということなので、短くチョーカー風にこのようにつけても可愛いですよね。いろんな他のネックレスと重ね付けを楽しめるっていうとてもいいアイデアのクリップだと思います。ミスパールから仕上がったと連絡があって、昨日はルガーノの中華料理屋さんで昼食をしがてら、受け取りました。でこちらのかわいい手提げ袋に入れて納品をしてくれました。糸替えをしてもらい、オールノット仕上げ、パールとパールの間それぞれを糸で結んであります。そして、選んでお取り寄せしてもらった帯にも見えるようなこちらのクリップ式の留め具、シルバー925にエナメル加工をしてあるものになります。でこちらの白い、義理の母の、白いパールの方には白と黒のエナメル加工したもの、そして、祖母の黄色みがかったパールの方にはペパーミントグリーンとターコイズブルーのタイプをつけてもらいました。想像していた以上の仕上がりでとっても満足しています。クリップ式の金具にしてもらったのはこのようにこちら42センチのネックレスなんですけれども、普通にこう留めてもいいんですけれども、お洋服に合わせて好きな長さのパールとパールの間の位置に簡単にこうやってクリップで留められるという仕様だからです。チョーカー風につけてみました。であえて留め具を見せて、余った分を垂らしてつけるのがとても可愛いです。重ね付けをしたらどうなるかっていうのを見たかったので、カルロスピラミッドネックレスホワイトジェードのタイプを一緒につけています。でカチッとした服装ではなくて普段使いをしたかったので、カジュアルなこちらヒステリックグラマーのメンズニットに合わせてみました。私は黒を着ることが多いので、この黄みがかってる方のパールと黒との相性がどうなのかというのが少し気になっていたところですが、今日大人っぽい V ネックの黒のカシミヤセーターと合わせてみたところ、なかなか良い感じなんじゃないかと思っています。そして心ネックレスとの組み合わせもどうかなというのも気になる点だったのでつけてみました。心ネックレスは長くつけて、パールは短めにしてあります。心のハートとリボンだとちょっと甘々すぎるかなというのも気になる点だったので、後ろに回してみましょう。この方がしっくりくるかな。どうでしょう。42センチ一番長い位置で、留めてみました。この感じだとシンプルで大人っぽい感じにまとまりますね。で、金具は後ろに回してますが、見えるか見えない位置でチラ見えさせるっていうのも可愛いですね。そうですね。いくら物を持っていたとしても新しいものが欲しくなるという物欲に駆られることが私は多々ありますが、やはり持っているものを見直してあげるととても新鮮で貴重な存在へとよみがえるものだなと感じました。とても大切なことだと思いました。はい、今回の動画はこれでおしまいにしようと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。まみくさんでした。